皆さんこんばんは、おじいです。本日は X で募集させていただきました、おじいに作品を読ませていただけませんかの募集の方にですね、ルーアロ様から、読んでもいいよという、ご快諾いただけましたので、今日はルー様の作品を、約3つほどかな、読ませていただこうかなと思います。とんでもない作品量なんですよ、ルーさん。いや、本当に、こちらのリンク先に作品ありますよっていうリンク先飛ばしていただいたんですけども、222作品ありまして、選別するのにもね、かなり時間がかかっちゃったんですけども、その中で3つほど、これは僕読みてえなっていうか、多分僕合うな、自分が好きだなって思う作品を選ばせていただきました。本当はね、もっとあったの。アリとシュピピンとかだったかな。今回ちょっと読まないんだけど、めちゃくちゃいいのとかあるんですよ。なんだけど、ちょっと今日は、3つ絞らせて読ませていただこうと思います。本当に、読ませていただきありがとうございます。では、早速行きましょう。長い長い放浪の中、言葉で自分を守る術を知った。くじけ、もがき、立ち上がるたび、何度も何度も磨いてきた。ここまで歩いてきたんだ。真っ暗闇の中を、ここまで。よくやってるよ、本当に。僕は素晴らしい。とてつもなく素晴らしい。でも、代償に、励ましの言葉も、寄り添う声も、ほんの少しのぬくもりでは、心が、なびかなくなってしまった。ありがとうございます。ですね、やっぱポエムですので、多少いつもの作品より短くなるんですけども、ぎゅっと濃縮された言葉の意味たちがたくさんありましたね。冒頭は、長い長い放浪の中。これ勝手に僕が思ってるだけね。勝手に僕が思ってるだけだけど、長い放浪の中っていうのは、人生のことだと思うんです。で、言葉で自分を守る術を知ったっていうのは、もちろんルー様もそうだと思うし、僕もそうだと思います。言葉という武器を持った自分。で、その言葉を使って守る術を得た。で、くじけ、あがき、立ち上がるたび、ここになんかちょっと苦悩がすごく感じますよね。でもそれも、過去のことで何度も何度も磨いてきたんだと。で、真っ暗闇の中、本当によくやってると。これ自分で自分を褒めないと誰も褒めてくれないからさ。みんなわかってるよね。自分で自分のこと褒めないとなかなかみんな褒めてくれないでしょ。いや、ほんとそういうもんなんですよ、人生って。なんでかわかんないけどね。みんな褒め合おうよって思いますけどね。でも褒めてくれないから、自分は素晴らしいって思わなきゃいけない。でも、自信を持つことはもちろんあるんだけど、そうやってね、周りの方からも、励ましていただいたり、寄り添ってくださったりするようになるんだけど、でも、今度はそれに慣れてしまうと、ほんの少しのぬくもりでは、心がなびかなくなってしまったっていうのはすごくわかる。わかるし、皆さんもわかるんじゃないですか。いや、これ、めちゃくちゃ響いた、ポエムでした。本当にありがとうございます。素敵なポエムでした。じゃあ、次行きますか。飯がうまいなんて、書くのが楽しいなんて、感じる資格ないと思ってた。空腹も承認欲求も、酸素を求める行為にも、罪悪感を覚えていた。でも、こぼれてしまうものは仕方がない。だから僕は感じるすべてに感謝する。ありがとうございました。これもね、いいんだよね。いや、いいのよね。いや、ほんと、読んで素直に心に響いたこと
が正解だと思います。僕自身が今こちらの文章、文字を読んで、ああ、こうだな、ああだなって感じたものはあります。で、これを多分言語化するのも簡単なんだけども、多分ここで僕が言語化して言っちゃうと、もしかしたら、その言葉がみんなの言語に、みんなの意味になっちゃうかもしれないので、あまり言いたくないというか、みんなが感じたこと、そのまんま感想として持っていただきたいなと思います。ただ、最後の最後にこれは救われる言葉というか、感じるすべてに感謝するっていうのがね、僕はすごく響きました。そのまま終わっていかない感じがね、すごく素敵だなと思います。救いの手があった感じが素敵でした。ありがとうございます。では次行きましょう。もう次最後だ。特にしっかり読ませていただきたいなと思います。では行きましょう。人生、ルー・アロ。こんなに苦しいのにさ、こんなにもだえてんのにさ、いつの間にか終わっちゃうんだよね。涙噛み締めて駆け回ってんのに、血まみれの心臓を掴んで踏ん張ってるのに、気づいたら終わってるんだよね。毎日毎日、必死に呼吸して、己殺して笑ってんのにさ、あっという間に終わっちゃうんだよね。だけど最後はきっと、いい人生だったって、心から笑って、自分を抱きしめてるんだろうな。ありがとうございました。いやー、いい言葉。ルーさんの文字の癖というのかな。選択している、チョイスする言葉、一つ一つが、なんて言うんだろう。難しい言葉を使われない方なんですよ。もちろん一個ね、己殺してって僕呼んだんだけど、もしかしたらこちらは鬼殺かもしれない。ちょっとね、調べてみたんだけど、こういう文字がなかったので、僕は今回、己殺してって言った方が、言葉の語呂合わせ的に言いやすかったので、言わせていただいたんですけど、もしかしたら、作者様の意図とは違う、言葉になっちゃってるかもしれない。でも、そういう言葉はとりあえず一旦置いといて、すべての言葉がね、なんだろう。小学校高学年でも中学生でもわかる言葉の選び方になっているんですよ。だから、老若男女関係なく、愛される文章だと思います。はい。なんなら翻訳しても、外国圏の方でも、わかりやすい文章になってるんじゃないかな。意味もね、すごくわかりやすいし、日本人的な言い回しとかじゃなくて、なんて言うんだろう。人間生きてたら感じるよねっていう意味合いのことがすごく多いので、素敵だなーって思います。いい人生だったって心から笑って自分を抱きしめてるんだろうな。そうありたいよね。そうありたいですよね、皆さんもね。本当にいい人生だったって言いましょうね、みんなでね。はい。はい。というわけで、本日はルーアロ様の、ポエムを3作品読ませていただきました。私自身あまりこのポエムを読むということに慣れていないのもあって、表現的にね、合ってるのか間違ってるのか、合う間違えてないとは思うんですけど、それでもそのポエム界、ポエムを読まれる世界の方々の世界観に合っているのかどうかちょっと不安なんですけども、それでも精一杯、心を込めて読ませていただきました。素晴らしい文章とね、なんて言うんだろう、言葉選びがやっぱり僕は好きだな。言葉のチョイスがね、本当に素敵なんですよね。好きです。はい。読んでて気持ちがいい。僕は文字を読んでる、長くなっちゃう、これ。ごめんね。ちょっとだけ、さっと読むね。読
読んでる時の息継ぎのタイミングってやっぱりあって、その息継ぎのタイミングが普通に会話している息継ぎの呼吸の仕方に似てるものが僕好きなんですよ。それがね、すごく感じました。だからすごい好きです。はい。ぜひ皆さんも作品の方ね、リンクの方概要欄に貼ってありますので、ぜひ、他の作品もたくさん見ていただいて、感想なんかは、ルー様のね、ツイッターの方、ツイッターじゃない、X の方とかにもね、ご連絡いただければいいんじゃないかなと思います。いや、素晴らしい作品でした。今回ね、応募じゃないな。なんて言うんだろう。僕助けおじい助けをしていただいて本当にありがとうございます。ぜひね、他にも、僕の小説、私の小説、お話、作品読んでくれっていう方はですね、ぜひ、またご連絡ください。というわけで、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回もまた X の方で募集したものでね、お声があれば、そういう要望があれば、ぜひ読んでいきたいなと思います。では、本日もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。